こんにちは、黒黒です。シリアルエクスペリメンツレインに登場する、クラブサイベリアのシーンをドット絵で作ってみました。動かすとこんな感じです。左側には DJ をする JJ と踊っている人たち、右側にはレインと子供たちが可愛く動いていると思います。今回はそのメイキングです。では、早速作っていきましょう。まずは、クラブサイベリアのシーンの主な登場人物を作成します。レインのドット絵は、すでにあるのでこちらをベースにしましょう。まずは JJ です。JJ は大人のキャラクターなので、レインよりも身長を高く、まずは当たりの線を置いていきます。あとは、JJ の姿をイメージして、隣のレインと見比べながら、少し大人っぽくなるよう、適当に、顔、帽子、上着とグリグリと色を置いて、ラフに描いていきます。まあ、特にコツなどはないので、感覚的に違和感がなければそれで OK だと思います。縁は背景に紛れないように、濃いめの線で囲っておきます。ある程度ラフができたら、造形の作り込みです。全体的なシルエットや顔の細部など、気になるところを試行錯誤しながら整えていきます。どうするのが正解なのかわからないまま、顔のサイズや、サングラス、ヒゲの表現を模索しています。ある程度、納得のいくまでできたら、クラブサイベリアの背景に配置して、レイアウトのイメージをつかみます。クラブサイベリアの背景はこんな感じのラフを用意しました。左側に DJ ブースを配置して、その後ろに JJ を立たせます。ここで、DJ が棒立ちだとおかしいので、DJ らしい動きをつけることにしました。ドット絵のアニメーションは、そんなに難しくありません。フレームを追加して、パラパラ漫画の要領で、手や頭の位置を変えて複数の絵を用意するだけです。今回は、簡単に2フレームだけのシンプルな動きをつけてみます。2つのフレームを切り替えながら、滑らかな動きになるように調整していきます。DJ のターンテーブルっぽいものを用意して、動かしてみるとこんな感じ。2フレームの簡単な動きですが、ドット絵のちょこまかした動きは、可愛いですね。次に、太郎、正幸、ミュウミュウの3人を作っていきましょう。JJ と同じように、レインの身長を基準に当たりをつけていきます。レインと同じ子供組ということで、顔のサイズや頭の形は基本同じで良いと思うので、コピペでレインの頭を背景に置いてガイドにします。JJ の時と同じように、グリグリとラフに色を置いていきます。後ろに頭身が近いレインをガイドに置いたので、JJ の時より楽に進められました。ボディも、レーンをガイドに進めていきます。
太郎のラフができたら、次は正幸です。髪の毛の跳ねた毛先を表現するのが難しいですね。結構手こずっていますが、試行錯誤しながら、縁取りの線と塗りを組み合わせて表現していきます。髪の毛ができたら、あとは体を作っていきます。髪の毛ほどではないですが、袖の表現がちょっと難しいです。ズボンは JJ、太郎とほぼ同じなのでサクッといきましょう。続いてミュウミュウ。ミュウミュウは長いロングヘアと赤いリボン、フリフリな洋服が特徴ですね。ミュウミュウは、髪の毛や洋服のフリフリなど、難航するかと思いましたが、立体的なファッションが描いていて楽しく、すんなりできました。3人の全体像ができたら、あとは影などの細部を書き込んで作り込みです。立体感が出るように、濃淡をつけていくだけでそれっぽく見えるので、ここもサクサク描いていきましょう。子供たち3人のドット絵ができたら、JJ と同じように、クラブサイベリアの背景に配置して、合わせていきます。おっと、正幸の服の柄が抜けてましたね。書き足しておきます。次に、ダンスホールに誰も踊っている人がいないと寂しいので、モブキャラも用意しましょう。モデルとなるキャラクターがいないので難しいですが、ファミコンの荒いドットと思って気軽に作っていきましょう。まずは動きのあたりを取っていきます。ちょっと雑な気もしますが、モブなのでこんなものでしょう。あたりを参考にラフに色を置いていきます。ここからモブキャラに結構時間がかかってしまい、かったるいので、50倍速でお送りします。ここで少し迷走していますね。左側の人を女性キャラにしようとラフを描き始めました。
書いてはみたものの、動かしてみると手足の動きが乱暴で女性っぽく見えないので、男性として書き直しています。試行錯誤しながらだとこんなこともありますね。レーンをベースにもできず、後ろ向きで動きのあるキャラということで、結構時間がかかっています。作中に登場する人物であれば、作っていて、似てる、という達成感がありますが、特にモデルのいないモブキャラだとモチベーションも上がらずしんどい部分でもあります。とはいえ、必要な要素なので根気よく作っていきます。ある程度ベースができてきたので、もう少し書き込んで作り込んでいきましょう。影などをある程度書き込み、それっぽく作り込みました。等倍速で動かして動きを見てみます。ちょっと雑な気もしますが、モブなのでこんなものでしょう。さて、ここからクラブサイベリアの背景を作り込んでいきます。とは言っても、クラブっぽい光の表現など、経験なく作っていたので、試しては消し、試しては消しの繰り返しです。なので引き続き、50倍速でお送りします。光の表現がなかなか決まらないので、先に作れそうなレコードラックを作りました。適当にカラフルな線を引いていくだけの簡単なお仕事です。線が引けたら、あとはちょっと影をつけて、はい、完成。ミラーボールも適当に、はい、完成。そしてまた、光の表現を模索していきます。せっかくなので、先ほど作った JJ とモブキャラの動きをつけてみます。動きをつけて、スポットライトの光を動かすと、ちょっとそれっぽく見えるような気がします。なんとなく、光の表現の方向性が見えたところで、壁面をさらに作り込んでいきます。今度は、壁の照明の表現に試行錯誤です。あんまりパッとしませんね。やり直して、別の方法を模索してみます。アニメ本編の光の雰囲気とは違いますが、ドット絵の照明としてはちょっといい感じな気がします。透明度、や、ぼかし、をふんだんに使っているので、ドット絵としては邪道かもしれませんが、気にしたら負けです。この調子で、壁面をさらに作り込んでいきます。
次は、ミラーボールの光を作っていきましょう。アニメーションでループさせた時に違和感がないよう、一定間隔で光を置いていきます。ミラーボール本体も動いて見えるように、変化をつけます。これで、ミラーボールの光もいい感じです。あとは、ミラーボールの光の周期の12フレームに合わせて、足りない他のレイヤーのフレームを補っていきます。レーンや、太郎たちに簡単な動きをつけて、自然にループするように調整します。レーンには、プッシュ系を見せる動作を付け足しました。子供たちは、目をパチクリさせます。最後に、スポットライトなど照明の表現を調整して仕上げです。せっかくなので、開発中のゲーム、メタファライズガールのロゴをつけて完成です。いかがでしたでしょうか？こうやって自分で作ったドット絵を動かしてみると、とても楽しいですね。こういったドット絵のアニメーションを作ったのはほぼ初めてのレベルですが、完成まで10時間15時間ほどでした。レーンのドット絵は以前作っていたので、それを合わせると20時間くらいかもしれません。作り始めると、結構楽しいので、この動画をご覧のあなたもぜひ何かドットを打ってみてはいかがでしょうか。それでは、バイバイ。